3点、雇用調整助成金の申請手続きのさらなる簡素化とオンライン申請の開始がありますけれども、これまでも国会答弁のご説明してまいりましたが、本日具体的な内容が決まりましたので申し上げたいと思います。1点目は小規模の事業主、おおむね従業員20人以下を想定しておりますが、対象にこれまで従業員1人1日当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定しておりましたが、この算定が大変難しいというお話もあり、実際に支払った休業手当の額から単位に助成額を算定できるようにいたしました。これにより休業実施した場合の申請書類は6種類から3種類に半減することになります。2点目は小規模以外の事業主についても源泉所得税の納付書により平均賃金額を算定できるとともに所定労働日数の算定方法を大幅に簡素化をいたしました。3点目はオンラインでの支給申請の受付を明日20日12時から開始をすることにしています。4点目でありますが、今回の新型コロナウイルス感染症における特例として事後提出を可能としておりました休業等計画届については初回も含め提出を不要とすることになりました。また5点目でありますけれども、賃金の締め切り日以降給与明細など休業手当にかかる書類などの必要書類が確定していれば休業手当の実際の支給を待たずに支給申請をすることができるということをこのような取り組みにより事業主の申請手続きの負担軽減等が図られこの調整助成金より一層ご活用いただいてそれぞれの雇用を守っていただくことにつながることを期待をしております。2点目としては個人向け緊急小口資金等の関係でありますけれども、5月9日時点で個人向け緊急小口資金の特例貸付の申請件数、5月9日時点の速報値でありますが、約18万4000件、決定件数は約15万7000件、決定金額は約267億円となっております。この度、貸付のより一層の迅速化を図るため、5月28日ですから来週になります、木曜日から全国の郵便局のうち、主に大規模な窓口がある郵便局2160カ所でも申請受付を開始することといたしました。ご協力いただきました郵便局、あるいは日本郵政の関係の皆さんには感謝申し上げたいと思います。合わせて、申請手続きのオンライン化も行うこととしており、6月上旬の稼働を目指して、まずは PC 化の申請を、そして少し時間が必要になりますけれども、スマホにおける申請もですね、できるように、今、システムの構築を進めているところであります。次に、住居確保給付金でありますけれども、4月の速報値で一部未集計の部分がありますが、住居確保給付金の申請件数は約8700件、支給決定件数は約2800件となっています。多くの方々から自治体にこの制度についての問い合わせもあることから、明後日21日の木曜日から、厚生労働省に住居確保給付金相談コールセンターを立ち上げて、制度についてのご説明をすることといたします。番号は0120-23の5572、2120-23の5572と、土日祝日も含め朝9時から夜9時まで電話を受け付けておりますので、ぜひご活用いただきたいというふうに思います。3点目でありますけれども、アルコール消毒製品の転売対策について、手指消毒用の消毒液などのアルコール消毒製品の転売については、本年3月以降、経済産業省とともにインターネットでの出品販売の自粛要請など取り組んでまいりましたが、依然として高額な転売事例が後を絶たない状況であります。今後、緊急事態宣言の一部解除により、経済活動が再開することにより、感染拡大防止に必要なアルコール消毒製品に対する需要は一層増大することが見込まれます。このため、国民生活安定緊急措置法に基づく転売規制の対象に、アルコール消毒製品を追加する政令改正を行い、転売した社に対する罰則を課す方向で検討しております。
転売規制の対象範囲については、医薬品や医薬部外品のアルコール消毒製品のほか、アルコール濃度の高い酒類や除菌シートを対象とする方向で調整をしております。できる限り速やかに関係政令を改正し、今後1週間程度を目途に施行する予定で作業を進めているところでございます。私の方からは以上です。